今回の動画は今、このたった今、何を食べたらいいんだ。その1、オープニング。健康法が迷子になる理由。なあ、マイコくん。なんすか先輩。港に溢れている健康フードとか食事法あるじゃん。これを食べれば健康になるみたいなやつ。ああ、サプリとかオーガニックな食事とかプロテインとかっすね。そうそう。俺の周りでも体に良いと思ってせっせとこだわりの油とか高タンパクな食事をとってるのに、逆に肌が荒れたり胃もたれして体調崩したりしてるのがいるんだよ。あれってなんとかならんの？それは単純にその人の体が今求めているガソリンと入れている燃料がずれてるんすよ。惑星との契約という読み方をすれば、今の自分の体が何を食べてどうエネルギーに変換する契約になっているかは一発でわかりますよ。それってインド先生術でもわかるの？もちろんわかります。プロンプトはこちらです。食べるものの相性じゃなくて、そもそも契約レベルで決まってるのかよ。AI ジョーティッシュすげえな。その2、必要な分割図。今回は D1、D2、D6、D27、D30 現在のビームショッタリー打者、現在のトランジットを使います。その3、体の境界線とアトピーの構造。なあマイコくん。例えば食べてすぐ肌にブツブツが出たりアトピーみたいに皮膚が荒れちゃう人って、要するに体のバランスが崩壊してるってことで OK？ OK っす。ソニック流派的にその拒絶反応、肌荒れを紐解くと、こういう4段階構造になってるんす。その1、土星が強すぎる。皮膚、バリアがカサカサに乾く。その2、月、金星が支えられない。潤いやバリアが復元しない。その3、火星が暴走する。熱を持って赤く腫れる。炎症。その4、水星が刺激を全部拾う。かゆみやアレルギー反応が止まらない。なるほどな。ただ皮膚が弱いって話じゃなくて、外界の物質、食べ物と自分との境界線をどう管理する契約になっているかって話なんだな。そうっす。だから打者、磁気とトランジット、星の運行の組み合わせで、同じものを食べても楽に処理できる時期とキャパオーバーで大荒れする時期が出るんすよ。どんなに良いって言われてる食事でも、その時の体の契約に合ってなきゃ、ただの肥料の撒きすぎで根腐れするようなもんだな。そうっすね。これで全員解決なんて食事法の本はたくさんありますけど、個人の契約レベルで見たら想像できないくらい全員違いますから。その4、身体契約とは何か。エネルギーの変換装置。でもさ、なんで同じ牛乳飲んで平気に血肉にできるやつと、お腹を壊したり肌が痒くなったりするやつがいるんだ？ソニック流派では、体とは星との契約を現実へ翻訳する装置って考えるんす。だから入ってくる食べ物が同じ牛乳でも、翻訳機、体の契約が違えば出力される結果も全く違うんすよ。あれか、同じガソリンを入れてもレギュラー仕様の軽自動車と高回転の F1 マシンじゃ処理の仕方が違うってやつか。そうっすね。惑星の契約によってはディーゼル車だから軽油しか受け付けませんみたいな時期もあるんす。その後、各分割図が示す体の裏ルール。D2、エネルギー変換ルール。で、なんで今回の分割図に D2 が必要なわけ？ D2 って普通インド先生術の本だと財産のハウスだろ？鋭いっすね先輩。でもソニック流派では D2 を体へ何を入れてどうエネルギーに変換するかで読むんす。それこそ牛肉を食べてめちゃくちゃ馬力が出るガソリンになる人もいれば、消化しきれずに毒素が溜まる人もいる。その変換システムが D2 っす。その6、D6、体の戦闘モード。じゃあ D6 は？
AI ジョーティッシュの本だと、向き合わないと悪化する縛り、敵や病気って書いてあるけど、そうっす。体が今何と戦ってるかを読むんすよ。食材との戦いとか？そうっすね。でも食材だけじゃないっす。外から入ってきた添加物、消化不良、あるいは仕事のストレスや睡眠不足、体が戦闘状態にある時にさらに消化の重いものを入れると一気に戦線崩壊するっす。その7、D27、エネルギーの耐久ゲージ。D27 って普段あんまり使わないけど、これは何？これは体力というより耐久ゲージ、HP っす。ヒットポイントもしくはヘルスポイントか。なんで D27 は今自分の HP は残りいくつかを測るメーターっすね。 HP 満タンなら多少ジャンクフードを食べても耐えられますけど、 D27 がカツカツの時はちょっとした食事のズレで倒れるっす。 D30、破綻のトリガー。そして破綻のトリガー D30 か。そうっす。不節制や合わない食事ってある日突然体を壊すんじゃないんですよ。そりゃあそうだな。 D30 は体からの警告、請求書をずっと無視し続けた結果、強制執行されるタイミングを教えてくれるっす。その9、ダシャとトランジット。いつ食べるかの重要性。ってことはさ、昨日まで平気で食べてたものが今日は体の契約的に NG になるってこともあり得るってのか？賞味期限切れとかじゃなくて。大ありっす。だからソニック流派では何を食べるか以上にいつ食べるかがめちゃくちゃ重要なんですよ。だから打者時期を見るんだな。金世紀と土世紀じゃ体が必要とするエネルギーも消化できる限界値も変わると。そういうことっす。金世紀だから全員これを食えみたいな一律のルールじゃなくて、その人のホロスコープに応じたオーダーメイドの季節の移り変わりがあるんす。トランジット、星の運行は10の引き金って言うけど、毎日の食事のタイミングでもその引き金を引いちゃうわけだ。今日から体の契約がアップデートされましたっていう日に昨日までと同じノリで食べて自爆するなんてことはよくあるっすね。その10、僕戦ソニック流派。ソニックさんの占いを体験したい方は毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。さあ、僕戦の時間です。手短に行きましょう。ソニックさんがかつて超人ハルクのような真緑の体になってしまったことがあるんです。そう、抹茶プロテイン。それは一体あの時一体何が起こったのか、ソニックさんが知りたいということで、私はあの時どんなだったんでしょうか。まずね、状況はね、こういう状況がつながってたんですよ。ダーン。実現の準備。何の実現だったんでしょうね。それなんですよ。バルクアップじゃなくて体を引き締めながら筋肉質にする、そういったプロテインでしたね。まあなんでしょうね。なかなか肝臓、腎臓なんか負担かけてたんじゃないですか。でも恐ろしいですよね。じゃあこれですね、その状況でこんな感じでした。ソニックさんね。孤独な再生。なんでしょうね。実現の準備と孤独な再生。なんでしょうかね。内臓頑張れ、内臓頑張れみたいな状態だったんでしょうか。それで、その時にですね、これが過去です。過去はこれですね。一方的な通信ですね。なんで未来はこっちに向かった。過去に浸る。なんかあれですよね。完全にループしちゃってますよね。ループしちゃってますね、これね。なんでしょうね。なんか当時はね、プロテインで筋肉つけたかったんですね。でこれです、過去のカルマ、ドーンこれですよね。摩擦の残存。そして未来のカルマ、未来のカルマこれですね。バンね。因果の転換。というところでね、因果の転換も何もこれ以上摂取したらまずいなと思ってあれですよね。なんか結構ね。サイズでかかったんですけど、ボトルだったんだけど全部、あれですよね、使わなかったですよね。そういう感じです。この時で私はですね、このカード展開からですね、ソニックさんにとって超人ハルクみたいな色になってしまうプロテインは何だったのかというのはですね、分かりました。夢の実現のために孤独な再生、そしてあれですよね、なんか因果が転換する、結局はですねなんか
若かりし体力を戻したかった、当時40ぐらいだったんですけど、それが失敗したという話でしたね。あの当時ベストウェイは何だったのか。通信が到来する、そして、時が戻る、そして、これですね、空白からの指導、そして、やっぱ調和の回復、因果の転換、そして、これですよね、願いの実現というところで、どうでしょうね、これね。ベストウェイは時が戻る。どうでしょうね。当時はまだ私はね、ミュージシャンとしてね、まだ現役だったんですけどね。どうでしょう。因果の転換。因果の転換で今は占いに携わるようになりましたからね。占い師ではないですけどね。そんなところでですね、当時私はあれですよ、空回りをしていたというそれだけが分かるカード展開でした。皆さんも僕戦挑戦してませんか。時オラまだまだ、在庫があるうちに手に入れた方がいいですよ。この動画を視聴者さんがいつ見てるかわからんけどね。しかも録画してるのは2026年7月16日の話ですというところです。はい、というわけで、そうですね、皆さんもあの時一体何が起こっていたんだろう、そんな時には時オラは役に立ちますよというところで、じゃあラストのエンディングの方に向かってください。その11、エンディング。なるほどな。世の中の健康本って要するに全員この廃屋ガソリンを入れろって一括で言ってるようなもんだ。そうっすね。でも世の中には軽油でとことこ走るのが一番調子いいトラックもあれば、航空燃料並みに特殊な栄養素が必要な時期の人もいるんすよ。そういえば昔ソニック師匠が絞って筋力をつけるって歌い文句の抹茶プロテインを飲んで肌が緑色になったって言ってたぞ。それはもう惑星との契約とか以前にただの選択ミスっすね。受け狙いで選んだんでしょう。そういう人です。今回のプロンプトは概要欄にリンクがありますので、チェックしたら書き込みをしてみてくださいね。お待ちしています。というわけで今回はここまでだ。また次回。 See you! チャオバイ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 。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。今回は少年漫画でありがちな主人公の悲しい過去。そうですね。悲しい過去。いや、ほんと抹茶プロテインでさ、あれなんだよ。黒猫の職場の同僚がさ、すいません、言っていいのかわかんないですけど、肌緑色になってきてますよね。とかって言われて、やっぱそうだよねって言われて、やめた。あれは危ないわ。